俺は酒が止まりませんな。はい、こんにちは。小島漁師浜優です。今回はですね、大分沖縄、理由は後からわかるんですけれども、その漁師飯を再現していきたいと思います。それじゃあ行きましょう。今回は沖縄でおなじみのオリオンビールさんからのご提供で、オリオンビールにぴったりの沖縄の領民から大分に伝わったとされる漁師飯を再現していきます。オリオンビールさんは定期便もやってるので、詳細は概要欄よりチェックしてみてね。じゃあまず尺稼ぎ長靴で、僕はいつもね、ズボンの上に靴下を入れております。こうすると簡単に履ける。はい、じゃあカッパも持っておきいきます。ほんで手袋はこうクリクリってしてパーンで、今回の漁師飯は琉球という漁師飯を再現するんですけど、大分の漁師さんが沖縄の漁師さんから教えてもらったから琉球になったという説や、それからですね、ごま和えする料理を利休和えっていうことから、そこからそれが転化して琉球になったとも言われております。それじゃあカッパをつけて、ライジャケもつけておしっこしていきます。じゃあエンジンかけて、はい、それでは沖に向かっていきたいと思います。トレードマークのネックレスを出して準備は OK。 それでは旗が見えてきました。旗に近づいて旗を持ち上げて、それをローラーにかけて網を巻いていきます。それじゃあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。さあ、何か見えましたが、来たのは海藻ですね。潮が速いので流れて網にかかっています。お魚が来ました。こちらタイ語ですね。ちなみにタイなんですけれども、タイの産卵数は体重1キロほどで40万匹、4キログラムで100万匹、6キロのでっかいタイだったらなんと700万匹も卵を産みます。めちゃくちゃ産むタイなんですけれども、やはり小さいタイはリリースしましょう。なんでかっていうと、700万匹産んでも生き残るのはそのうちのほんの少しだけです。子がいないと親ならず、親がいないと子ならずといったところでしょうか。さあ、意味不明なことを言ったところでボラちゃんがやってきました。で、ボラはですね、めちゃくちゃ元気で、よく海面とかを飛び跳ねてたりするんですけれども、それで釣り人さんとかサーファーさんとかですね、あと競輪選手、競輪じゃないな、競艇選手とかを失神させたこともあります。で、その他にもですね、ボラにまつわる話、おじいさんから聞いていまして、昔ですね、確か岡山だったと思うんですけど、とある定置網に大量のボラが入り込んでしまって、そのパワーで定置網ごと持っていかれたそうです。さあ、ボラの紹介が終わったところで、次は瀬戸内海最高級魚のうちの一つ、キジハタですね。僕らはアコウって呼んでますが、赤魚って書くのが、転化して読むのか、それでアコウになったと言われております。で、次はスズキですね。今の時期大概痩せてるんですけど、磯回りのは餌があるのか非常に肥えていて美味しそうです。次はタイが来ましたね。さっきのお母さんでしょうか。遠慮なく取らせていただきます。お次は反り立った謎の赤ウインナーさんがやってきました。ナマコみたいだけどナマコじゃないですね。こちらは海に返します。次はみんな大好き、僕が一番大好き、ウマヅラハギがやってきました。今のハギっていうのは産卵前で栄養めちゃくちゃ蓄えてて、肝もめっちゃ美味しいです。それじゃあ全然魚が来ないので、一旦網をぐるっと巻いてストップ。ああやって回しとかないと風で流れちゃうんですよね。それじゃあ魚を外していきましょう。魚はですね、基本的に口に網がかかるので、そこを外して抜いてあげる。うまく抜けました
さあ魚も生かせたところで網を巻いていこうと思って海を見たら、何かでっかいものが見えております。慎重に外してゆっくりと網を上げていきます。でっかいヒラメがかかっておりました。ヒラメはですね、そのままローラーで来るとやっぱ暴れる力とかで網が破れて逃げちゃうことが多いんですよ。昔おじいさんのでっかいヒラメをね、僕がガンガン食ってて逃がしちゃったことがあって、かわいそうなことをしました。お次は、スズキ、生後ですね。でタイがやってきております。なかなかいいタイですね。でまたウマヅラハギが来て、でまたしても冬の高級魚カンビラメがやってきました。で次はチンチンですね。関東では小さいチヌをチンチンというらしいです。でまたウマヅラハギがやってきました。この後は魚が来ることなく、ただただ時間だけが過ぎていきました。で残りの網も少なくなってきて、フラッグが近くに見えます。最後に高速で網を食って網繰りは終了です。旗をかっこつけてあげて終わり。はい、じゃあ網繰り終了しました。こっちが上がりって言って死んでしまってたやつと、イカシモンがこれだけ、めちゃくちゃ少ないですね。ただもう一枚網やってるんで、それ食って帰りたいと思います。あれは電波塔です。はい、じゃあ2枚目も繰り終わりました。取れたのがですね、こちらバカデカヒラメです。でめっちゃ肥えてるんですよ。小デブ持つとこんな感じ。はい、じゃあ帰りたいと思います。お疲れ様。いやー、全然いなかったですね。じゃあ取れたものを出していきましょう。はい、わずかこれだけです。ヒラメ、アッコウ、スズキ、タイ、ウマヅラ、ボラ、クロダイ以上です。少ない。じゃあこれ生かして帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。ちょっと魚が少なかったんで、これじゃあね、見てる皆さんが面白くないかなということで、今から潜りに行きたいと思います。で2月はですね、さっき取れたみたいにでっかいヒラメが取れるんですよね。でおまけにカンビラメって言ってめちゃくちゃ肥えてて、そのヒラメを待つ、もしかしたらね丘の方にいるかもしれないということで、それを見に行きたいと思います。じゃあこちらのライフジャケットに、というわけで着替え終わりました。じゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ潜りにやってきました。でこちらの自分で作った竹盛り、これでいきます。で今水温がねなんと10度なんですよ。おまけにこれ秋用のウェットスーツです。10度って言ったら水風呂より全然冷たいから、よくね芸人さんとかが氷の中入ってますけど、マジでめっちゃやばいっす。やってきます。あ、これ無理かもしれん。あ、やばい、めっちゃ冷たい。覚悟を決めていざ潜ります。いやこれがねほんとマジで冷たいんですよ。もう半ばパニックになるぐらい想像の3倍冷たかったです。で泳ぐとやっぱこう水をかき分けるので、それでめちゃくちゃ手も冷たかったです。気合を入れて進んでいきます。ヒラメを探している最中です。で泳いでいるとすんげえ海藻のある地帯にやってきて、ここでとあることに気づきました。重りをね忘れています。重りがなくて潜れないし、何より寒さが限界なんで帰ります。寒い。ブリ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 、寒すぎてブリ、もうまず手がごっつ冷たい。体もね耐えられない、潜れない。帰ります。はい、というわけで市場から帰ってきました。で今日はですね、
とあるものが届きました。もうね、お酒に詳しい人はこの時点で気がついてると思います。そうです、こちらオリオンビールさんからオリオンビールをご提供いただきました。うまそうなオリオンビールたくさんいただきました。じゃあオリオンビールに合う琉球作っていきます。はい、じゃあ港来ました。昨日取れたこちらウマヅラハギちゃんを生かしております。で、今回の琉球はこちらのウマヅラハギで作ろうと思います。じゃあ閉めて、で水の中でしっかり血抜きして持って帰ります。はい、じゃあウマヅラハギ持って帰ってきました。絶対これの肝とね、琉球にしたらうまいと思います。はい、じゃあまずウマヅラハギの締めたここを起点にピリピリっと2つに分かれます。じゃあ次はうまそうなパンパンに超えた肝、ここに苦玉があるんで、これを潰さないように、潰してもいいように水をかけながら取っていきます。基本的に僕はこう逆さまにして親指突っ込んで出していく。で、絶対苦玉だけが最後しぶとく残るんですよ。これをなるべく紐の端から取ってあげる。これが胆のうで通称苦玉です。これ潰すとほんとね、苦さが取れない。で、肝はこんな感じでめっちゃでかいんが取れました。じゃあもう1個も取って、もう1個はちょっとちっこい。じゃあ次、ウマヅラの皮を剥いでいきます。切れ込み入れた方が本当は剥ぎやすいんですけど、指でなんとか入れて、でピリッと。はい、じゃあ3枚におろしていきます。腹の方から入れていきましょう。今日はビラビラちゃんが多めですね。このビラビラ多分筋肉関係だとは思うんですけど、生で食うとちょっと気持ち悪いです。じゃあ反対もやっていきます。で、大分県って実はね、瀬戸内海にも面してて、四季折々の様々なお魚が水揚げされるんですよ。で、琉球はですね、地元で採れた新鮮なお魚を漬けだれで漬けにして、それをあえていただく大分県の郷土料理として大分県全部に広がっていったと言われております。もともとは南部の沿岸地域から広がったらしいです。で、琉球は漁師たちのまかない飯や保存食として広まっていったんですけれども、なんか刺身の切れ端ができた時にその保存を長持ちさせるため、そのために漬けにしていたみたいですね。漬けにすると保存期間が延びます。イエス。で、漬けにするとなんで保存期間が延びるのかっていうと、まずですね、食品は酸化や微生物により腐敗します。でも塩や砂糖が高い濃度で水に溶け込むと、その分子が結びついて結合水という状態になるんですけど、それは微生物にとって利用しにくくなるため腐敗が遅れます。そういうわけなんです。勉強になりました。 OK。 じゃあウマヅラの腹骨取って、で、さっき生で美味しくないって言ったこのビラビラなんですけど、漬けなんであえてそのまま利用します。で、ウマヅラハギは一回皮剥いでも実はね、まだ薄皮があるんです。で、これ剥いだ方が繊細な食感、舌触りにはなるんですけど、あえて今回は漁師飯の再現ということでそのまま使っていきたいと思います。で、血合い骨取って、で、細麺に切って、はい、じゃあ身が切れたんでボウル用意して、ボウルに全部ぶち込みます。もともと刺身の切れ端の保存期間を延ばすためとかだったから、これでもこういう細い方がいいかも。で、こちらのうまそうな肝、わー、めっちゃうまそうだこれ。こちらも細かく切っていきます。で、これもこの中へドン。じゃあこちらにもう再現飯なんで豪快に醤油、酒、みりん、生姜を入れて、でまたちょっと醤油足して、でここで交代して、次はこれはですね、ミミズを団子にしたすり鉢です。でも綺麗にハイターしてるから大丈夫ですね。ハイターは最強です。でこちらをすっていきます。は
はい、これで OK で、今僕生で漬けしてますけど、新鮮な魚が手に入りにくい山岳部とかでは魚を一度酢で締めてさらに保存性を高めたものが広まっていったらしいです。そういう地域によって違いがあるっていうのがやっぱ郷土料理とかの面白いところで、ごまを入れます。これが最初に言った利休和えの、あれとなっている可能性があるっていう話です。ごまのいい香りでしっかり和えていきます。これも絶対うまいじゃん。はい、こんな感じ。それじゃあお皿にしそ引いて、で豪快に琉球をのせます。でレモンのせて、最後にネギをのせれば、はい、こちら漁師飯再現シリーズの浜湯特製琉球の完成です。めっちゃうまそう。ヒュー。それじゃあ小鳥、じゃあビールも忘れずに。はい、じゃあ改めまして完成しました琉球とオリオンビールですね。まさに沖縄とこちら琉球大分の夢のコラボ。それじゃあ歌けよう。始めようか。こぼれた。はい、それではいただきます。乾杯。うまそう。いただこう。うまい。3月にリニューアルしてパッケージも新しく、味はよりすっきり、魚料理にもぴったりのうまさでした。じゃあこの美味しいビールに美味しそうな琉球食べましょう。これは絶対うまいでしょ。いただきます。うまっ。この締めたてのグリグリとした身に、まあ当然ね、馬面の甘肝入れてるんで甘いんですよ。さらにごまの香りとか風味、生姜のアクセントとかもあってうまいな。これは酒が止まりませんな。これは酒が止まりませんな。でこのまま食べてもめちゃくちゃ美味しい琉球なんですけど、大分県の方ではですね、大分の観光地ですね、そこでは琉球丼として提供されることが多いみたいなんで、早速やっていきましょう。で結構各店舗がですね、おのおのの自分の好きなスタイルに合わせて丼を作ってるらしくてですね、僕も一回行って食べてみたいなと思います。では米ついでいきましょう。あ、まだ炊けてなかった。でなんとちょっとお米が炊き忘れてたんで冷凍米でいきます。3分後。はい、というわけで、電子レンジ OK ですね。でちょっとね、冷凍米これだけしかなかったんで、器はこんだけちょっと小さくて豪快さは欠けますが、まあこれも仕方がない。これがリアルだから。もう何でもかんでもフィクションがおもろいっていうわけでもないんですよね。この世界っていうのは、現実は小説よりきなりっていう言葉があるように、現実の方がもしかしたら奇怪なのかもしれないというわけで、琉球丼持っていきます。あえて厚飯に持っていく。結構僕ね、冷めた海鮮丼よりやっぱぬくいやつの方が好きなんですよね。まあこれでこそ漁師飯じゃないでしょうか。はい、というわけで完成しました琉球丼で、ちょっとねビールがぬるくなってたんで、キンキンに冷やしたオリオンビール。じゃあ改めていただきましょう。これ見てください。ここすんごい。うまそうだこれ。つぐうどんにちょっと似てますよね。似てるというか、仕方ないですよね。これは馬面でやっちゃったから。赤っご飯とごま生姜の風味の相性が異常にエクセレント。これはうまい。いやこれどんな魚でしても美味しいと思う。アジとかやっぱ取れたてのやつをこの厚飯でグリグリした食感のまま食うからうまい。これはご飯が止まりませんな。ハンバーグもこれで、あとごまと生姜でやっぱさっぱりしてるんで、食欲がね湧かない夏とかにも美味しいと思います。食べやすい。ただ味はしっかりと濃いんでビールにはもってこい。それじゃあ、あとはゆるりとごちそうさまでした。は
はい、というわけで皆様本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。大分県の琉球という、郷土料理であり、元は漁師飯でありといった料理で、大変興味深く楽しかったです。僕がね。で、今回飲ませていただいたオリオンビールなんですけれども、定期便もやってますので、皆さんもしよかったら概要欄の方をチェックしてみてください。すべてのプランにいつものオリオンビールも入っております。いや、オリオンビールね、やっぱ、特に、ほんまに、南部の料理によく合う気がします。すごい美味しかったです。琉球もすごい美味しかったです。小学生の感想みたいになっちゃいましたけど、皆さん、とりあえず本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。